皆さんこんにちは。今回の動画は2019年11月1日発売のビッグイシュー368巻朝再発見を紹介します。薬物問題だけが注目される朝は1万2000年前の中央アジアで農作物として栽培されていました。数々の企画展を担当した篠崎茂雄さんと朝専業農家の大森義則さん、産業用ヘンプの研究により博士号を取得した赤星義行さんらのインタビュー、世界の医療大麻の動き、難治性転換を患っている少女を大麻が救う可能性、日本と朝のつながりをまとめました。その前に今回は長編になりますので概要欄に目次も用意しています。そちらも利用してください。ご視聴の前にチャンネル登録と通知ボタンも押してくれると嬉しいです。それでは植物資源としての大麻の可能性を考えましょう。そもそも朝とは何を指す言葉なのか、辞書的な意味で言うと強くて長い繊維が取れる植物の総称を朝といい、朝、カラムシ、リネン、ジュート、ケナフ、マニラ朝、サイザル朝などは全て朝で世界に100種類ほどあります。全ての朝は性質や用途がそれぞれ異なります。明治時代に入ってからリネンやマニラ朝の輸入がされてきましたが、日本人は朝といえば大麻の想像をすると思います。約1万2000年前に中央アジアで栽培されたと言われる朝が日本にいつ入ってきたかは定かではありませんが、福井県の鳥浜貝塚では約1万年から1万5000年前の地層から朝縄が見つかっており、千葉県の沖ノ島遺跡では約1万年ほど前の地層から朝の実が出土しています。おそらく当時は実を絞った油を接着剤や食用にしていたのではないかと考えているようです。他にも繊維や魚を取る網、釣り糸などに加工されていたのではないかと考えています。その後も明かりを取る油などに用途は広がり、庶民の普段着や仕事着は朝、よそ行きの高級織物はカラムシと仕分けがされたようです。70年代には朝泥棒の被害が多く、そこで1983年に開発されたのが栃木白という THC 含有量が 0.2% と低いヨーロッパの産業用大麻の基準である 0.3% 未満に合致する大麻が開発されました。栃木白により朝泥棒はなくなったものの、年々朝栽培の面積は減り、現在では全国合わせても約6ヘクタール、そのほとんどが栃木県西部に集中しています。どんなに化学繊維が普及したとしても、神社の鈴像や神官の狩り絹、大相撲の横綱などにはやはり国産の朝が必要で、需要がなくなることはないでしょう。栃木県の伝統的な農作物である朝作りの文化を多くの人に伝えたいと篠崎さんは語りました。大森義則さんは種から育てた自前の材料でものづくりがしたくなり、2000年に実家の朝農家に就農。400年近く前から朝栽培が始まり、大森さんは分かっている限りで8代目だそうです。大森さんが作る完全無農薬の朝は、神社の鈴像や下駄の花尾の新縄、弓道のゆずる、さらには三越伊勢丹とエイベックスが立ち上げたパブリックブランドマヨタエの生地や白鵬などの力士が腰に締める横綱にも使われています。朝は収穫までに110日かかり、時にはたった5分の氷で1メートルまで育った朝が全滅することもあるそうです。3メートル近くまで育った朝を収穫するのは1年で最も蒸し暑い7月初め、根元から抜いて朝切り包丁で葉と根を落とし、その日のうちに繊維の原料となる茎を茹で3から4日ほど干します。慣れないとこの作業だけで5キロから10キロ痩せるほどの重労働だそうです。作業の過程で1キロあたり300から400グラムもの小柄と呼ばれるクズが出ます。かつては100円紙幣の原料として使われていましたが、今は需要もなく繊維が強いので堆肥にもなりません。大森さんはこの小柄を材料にして紙を作れば朝をもっと身近に感じてもらえると考え、試行錯誤の末に朝 100% の紙を完成させ、野州朝紙工房を開きました。現在は併設するカフェギャラリー納屋で、それぞれに表情が異なる精麻と小柄の紙で作ったお守りやタペストリー、レターセットなどを販売しています。その後、花火用の炭を焼いている職人さんが廃業すると聞いた大森さんは、半年がかりで生誕方法も教わり、2014年に野州朝摘生誕所も設立。焼いた炭のほとんどが大曲、土浦、伊勢の日本三大競技花火大会で使われています。かつてはお盆飾りのナスやキュウリに刺して精霊馬の足に麻を使ったりと身近な存在でしたが、最近では朝ロープ工場の閉鎖に追い込まれるなど朝文化は消えつつあります。そんな伝統文化の掘り起こしにも力を入れながら、朝の魅力をもっと広く伝えていけたらと語っています。紆余曲折の後再び蘇る農作物、今こそ朝の活用を。赤星さんは日本での大麻の認識には世代間で大きなギャップがあると言います。75歳以上の人は生活の中で使ったもの、その20歳下まではカウンターカルチャーのマリファナを思い浮かべ、ダメ絶対という薬物乱用防止教育を受けた30代40代は覚醒剤と同じイメージを持ち、10代20代は米国やカナダの解禁をネットで見ています。一方
方世界では大麻をめぐる新しいビジネスが続々と誕生しています。戦前には1万から2万ヘクタールあった栽培面積が現在では6ヘクタールまでに減った理由の一つとして法律による規制だと話しています。戦後すぐ GHQ から日本に出された覚書の中に麻薬系のものは全部ダメ、全面禁止にという一項があり、当時の日本では普通に大麻が農作物として栽培されていたので、農水省は粘り強くそもそも大麻と麻薬は違いますと主張しました。その結果、重要な農作物であることが理解され、1948年7月10日に治療を目的に使用する医師が対象の麻薬取締法と農家が対象の大麻取締法、この2つの法律が同時に成立しました。これによって一応知事の免許があれば農家は大麻を栽培できることにはなりました。大麻取締法の制定には1933年の禁酒法の解禁が関係しています。この話は当チャンネルでも別動画にて取り上げていますので、概要欄からより詳しいものをご覧ください。1950年頃、免許を持った大麻栽培者の数は2万から3万人でしたが、60年代になると生活様式が変化し、下駄から靴に変わり、大麻需要の約 50% を占めていた下駄の鼻緒の新縄の需要が激減しました。大麻繊維から化学繊維に変わり、栽培者は毎年1000人ほど減り、1975年には総数で1000人を切っていました。30年間の米国の歴史に麻薬取締行政のトップの座にいたハリー・アンスリンガー氏が大麻は麻薬と誤った情報を流すネガティブキャンペーンにより、世界中がその影響を受けたのが大きいようです。2018年末にトランプ大統領が署名し、全米で THC0.3% 未満のヘンプ栽培が認められました。ヘンプの活用例としてヨーロッパでは断熱材に利用し、住宅の壁に使うヘンプクリートは CO2 を減らす意味でも注目を浴びていて、ベンツなどヨーロッパ車の車体にヘンプを使うエココアというイメージ貢献をしていたり、スーパーフードブームの中で麻の実から取れるヘンプシード、ヘンプオイルが食用として見直されるなど、ヘンプのジャンルとマーケットが激増していて、極めつけは昔のゴールドラッシュになぞられて呼ばれるグリーンラッシュ。米国では栽培だけではなく IT 産業、仮想通貨、トレーサビリティのシステムなども含め、最先端の技術がこの業界に参入しています。産業用大麻、医療用大麻、嗜好用大麻を含め、新ビジネスの創出と投資が革命的に始まっています。日本での可能性を赤星さんは最後にこう語りました。例えば今、麻の実を800トン程度輸入しているが、これを国産に変えて1ヘクタール栽培して1トン収穫すれば800ヘクタールの市場が生まれます。住宅建材も1ヘクタールで1棟の資材が取れるので、ルールさえ整えば新しいことをやりたい人は多いでしょう。世界で大麻が注目される中、日本の今後の課題として医療用、産業用、嗜好用も含めて大麻をどこまで合法化し、どこまで規制するかというルール作りが重要と語りました。グリーンラッシュの中で産業用大麻とともに世界中で注目を集める医療用大麻が欧米をはじめ世界各国で急速に合法化に進んだ背景には、1970から80年代にエイズ、緑内障、がんなどの自己治療のためにマリファナを喫煙していた人々が自らの体験を語り始め、法規制の矛盾を解消するために医療大麻の合法化運動が始まりました。現在一定の条件下で数々の国で合法化が進んでおり、製薬会社を巻き込んだベンチャー企業の参入により、2022年には北米で医療用だけでも 2.5 兆円市場になると予想されています。そして2013年夏に米国 CNN の医療番組で、難治性転換の少女が CBD を1回 100mg1 日 3,4 回の摂取により発作が週300回から1回程度まで減ったことが紹介されると、一気に世界的なブームとなりました。 CBD は治療分野だけでなく健康分野でも注目され、 WHO 世界保健機構が CBD を麻薬ではないと勧告したことから、安全性についてもお墨付きを得ました。日本では大麻取締法で医療研究が禁止されていましたが、2019年3月と5月の秋の構造参院議員による国会質問で、大麻由来の薬物の臨床研究が一定の条件で認められるようになりました。2019年現在、北米を中心に大麻の見直しが進み、グリーンラッシュと呼ばれる大きな流れがあります。ですが未だ日本では違法な薬物というイメージが強いです。最近ではヘンプ、医療大麻、CBD といった言葉がメディアにも少しずつ登場するようになってきました。ですが縄文時代からほんの60から70年ほど前まで、日本人の衣食住を支え続け、とても身近な存在であった農作物としての大麻は忘れ去られようとしています。日本人と大麻という農作物の関わりは深く長いものです。このような大麻の事実を少しでも関心を持ってもらえたら嬉しいです。今回はビッグイシュー掲載の朝再発見を紹介しました。路上販売の月刊誌に大麻についてここまでの掲載や、大麻に関わる栽培者の方からインタビューなど、日本人にも関わりがある大麻をもっと知ってもらえたら当チャンネルとしても嬉しく思います。ビッグイシューは全国各地にて路上販売をしています。ぜひ手に取っていただければ嬉しいです。
MJ チャンネルでは大麻に関する情報の発信をしていきますが、大麻取締法を犯すことを扇動、教唆、示唆、幇助する内容ではございません。日本での大麻の所持、栽培は違法ですので、絶対に使用しないでください。最後までご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最新の記事を知ってもらいたいので、通知ボタンも押してくれると嬉しいです。MJ チャンネルでは大麻の歴史や大麻と著名人の関わりなど、大麻を中心としたコンテンツを配信していきます。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。